おはようございます。本日は特殊清掃現場に来ております。今回作業風景を、ちょっと特別に許可いただいて撮影させていただけるということになったので、作業の流れだったりとか現場の状況を見ていただけたらなと思います。現場に入る前に、ここの現場っていうのはどのような経緯なのかっていうところを簡単にお話しすると、まずご依頼主の方は、義理のお姉様にあたるんですかね。義理のお姉様からのご依頼で、旦那様の弟様が亡くなってしまって特殊清掃をご依頼されたということなんですが、依頼をうちにしてくださるにあたって、その前に実は他の特殊清掃業者さんにも相談をされてたみたいなんですけども、見積もりで出てきた金額に不信感を持って、本当にこの金額かかるのかというところが不安に思い電話をくださって、で見積もりにお伺いして実際に金額とご案内してご納得いただけて作業に入るということになりました。今回入る現場は少しちょっと被害が広くてですね、普段からその写真解説とかいろいろ見てくださってる方は分かると思うんですけど、大概が室内で人型ぐらいのサイズ感の体液があってっていうのを想像すると思うんですけど、今回は実は玄関の外にも血液が流れてしまっていて、共有部の廊下にも体液や血痕がある状態になってます。それらの清掃も含めてこれから準備してやっていこうかと思います。よろしくお願いします。今からちょっと共有部の通路部分に体液が漏れ出してしまっているので、まず他の方から、体液部分が見れないように境界線を作って、まず共有部の廊下の体液の清掃から始めようと思います。匂いが今結構すごいので、今ちょうど天気は雨でちょっと匂いが収まってる方なんですけど、それでももう廊下全体に匂いがすごい充満しているので、もういち早くなんとかした方がいいですね。今ようやく半分ぐらいの、床の洗浄が終わりました。あと残り半分なんですけれども、体液の量がとても多いので結構想定よりも時間がかかってます。強くこそぎすぎると塗膜ごと剥がれてしまって、塗膜の下まで体液が落ちてしまったりするので、それに気をつけながら作業してます。洗浄など全て終わった後にこちらの方で再度の塗装はするんですけど、今の段階ではなるべく剥離させないように注意してます。今共有部の体液の除去と洗浄作業が終わりました。これから部屋の中に入っていくんですけども、もしかしたらもう予想のついた方もいらっしゃると思うんですが、個人様が亡くなられてたのは玄関先です。玄関を開けたらすぐにご遺体の頭があって、そこから外に体液が垂れ流れ出ていたという状況なので、もうここを開けた瞬間からもう作業を始めていきますので、ここの作業が一番、難易度の高いものとなります。これから入ります。
玄関から本やゴミなどが積み重なって、腰ぐらいの高さ、膝ぐらいの高さまで物が積み重なってます。足の踏み場はありません。今ちょっとモザイクがかかって分かりづらいと思うんですけど、この扉の足元の部分に、頭がありました。丸くなってるんですけれども、これも頭が密着していて、髪の毛も付着してます。ここで倒れていたので、この隙間から体液が流れ出て共有部まで出てきてしまったというところですね。早速作業に入ります。今ちょっと作業をしていたんですけれども、貴重品を見つけました。映せないんですけど、体液でびちょびちょに濡れてしまって復旧ができない状態でした。普段私たちは作業をさせていただく際に、見つけたら取っておくものはありますかとお聞きしているんですけど、そういったものの中に主に財布などの現金類、貴重品、身分証関係、そういったものは主に残していくんですけど、通常の流れだとクリーニングして消毒してお返しするんですが、もう体液で全部染み切っちゃってる状態で、もう正直復旧が難しいっていう状態の財布を発見しました。復旧っていうのはもうほぼほぼ難しい状態ではあるんですが、今の営業担当を通してご遺族の方に確認をしてもらっています。こういうイレギュラーが発生した時は、そういう時に連絡すぐ取って、その場で現場でどう対応するかっていう、スピーディーな対応とかもたまにこういう時に求められることがあります。玄関の前ということなので、いろんなものが混ざってます。もちろん靴とかもそうですし、この現場は全体的に本が多いんですが、本もたくさん落ちてます。どかせばどかすほど下の部分の凄惨な状態が見えてくるんですが、ここが外よりもすごい状況になってます。もう床の材質が何なのかも判別がつかないほど分厚く体液が滞留してます。残ってる体液の量もそうなんですけど、完全に全く乾ききっていない体液なので、もうとても、生々しい匂いというか、ちょっと適切な表現方法がうまく思い浮かばないんですけど、全く乾ききっておらず、ウジ虫もたくさん生息している状態で、量も多いので、匂いはすごいです。玄関土間の部分の体液をほとんど取り除き終わったら、翌日以降の、片付けの舞台に引き継ごうと思います。今の段階で取れる限りの、汚染物の付着したゴミと体液、それを取れるだけ取って今日は撤収します。あとだいたい30分ぐらいの作業になるかと思います。これから片付け搬出作業に入ります。今まだ結構加工の中でも本当にトップクラスに匂いの強い現状の、凄惨な現場ではあるので、匂いもなかなか落ちないです。片付けも結構物量があるので、時間はかかると思いますが、ちょっと頑張ってやっていこうと思います。じゃあ行きます。今その搬出の途中なんですけど、個人様が倒れていた箇所の現状です。ご覧ください。ようやく玄関が土間が全て見えて解体した跡がありますね。ちょっとここの辺り見てもらっていいですか。このドア枠の木部分にも、体液は染みてます。木枠の裏側まで体液が染みてしまった場合はいくら表面上の処置をしても中に染み込んでしまった体液に対する作業ができません。なのでずっと匂いが残った状態になるので、例えば塗装をして塗膜を貼っても
匂いがそのうち上がってきたりとか、負けてしまうことがあると思います。で、ここまでの現状になるともう取り替えないといけないかなというふうに思います。滞留している体液の量は過去1位だったので、厚さでいうとこれぐらいの厚さは体液が溜まってました。もちろん見積もりの時点でこうなっている可能性がありますということはお伝えはするんですけども、実際にそうだった場合は、依頼主様やこの物件のオーナー様や管理会社様それぞれのところに確認と相談をした上で作業を進めていくような形になります。事前に依頼をいただいている、特殊清掃作業と中の片付け作業を進めていくことになるので、これから予定通り片付け搬出作業を進めていきます。ちょっと説明するの遅くなっちゃったんですけど、ここ間取りでいうと 1DK で、さっき作業してる部分が玄関とダイニングキッチン部分です。でここが奥の居室なんですけど、一部仕分けをしていて、仕分けまたこれからやりますという状況なんですが、こっち側は匂いはほぼほぼないです。ほぼ気にならないぐらいの状態です。同じ部屋の同じ空間なのにこんなに匂いは差が出るんですけど、これ、よくあることではあります。で、これからやっていくのはここの部屋の仕分け作業なんですが、貴重品であるものとか有価物とかそういったものが結構見た感じたくさん見えます。向こうの方見てもらうと、レコードが少しあったりだとか、小銭などもこの辺りにあります。これですね。ペットボトルに1円玉が貯められてます。こういったものも一つ一つお取り置きして、清掃してご遺族の方にお返ししたりしながら片付けを進めていきます。この段階では消毒しないんですけど、別途仕分けて会社に持ち帰ってクリーニングをしてご郵送なのでお返しをするような感じですね。作業前に見た感じだとひたすら本とか紙が積み重なってる感じだったんですけど、実際に彫ってみるとこのような感じで、本が出てきたりとか布が出てきたり CD が出てきたり、こういうゴミが出てきたりと、これを一つずつ手作業で分けていきます。そういうことをしないと誤って貴重品を捨ててしまったりだとかトラブルに発展しかねないので、もうボソーっと拾って袋に詰めるんじゃなくて、どこにお金とか貴重品、身分証明書とか思い出の品が出てくるかわからないので、しっかり一つ一つ見ていく必要があります。最初の方にも実際に体液があった場所で財布とか見つかってるんですけど、もう体液でびしょびしょになってしまっていたので、そういったものはおそらく出てこないとは思うんですが、稀にこういった形で名刺入れが中から見つかったりすることもあります。診察券とか名刺とかそういったものも出てきます。これは念のため全て保管します。今小銭が出てきたんですけど、こういうもう何でもない缶からこういう形で小銭が貯められたもの出てきます。これは別にここの現場だから特殊というわけではなくて、結構よくあることなんです。今回は缶でしたけど、ちょっと半透明の袋の中にいっぱい入っているとか、カバンの中にギュッと入っているとか、いろんな形で混ざってます。ちょっと見てほしいところがあるんですけど、この下の部分見てください。これ実際に掘っていくと、このような形でいろんなものが出てきます。例えば、領収書、明細書のようなものだったりとか、プラスチックのゴミ、金物、瓶、
紙、メガネだったりとか、もういろんなものが出てきます。こういう液体系のゴミも出てきます。ゴキブリの死骸とかそういったものも出てきます。ここですね。なのでこのように積もってるいわゆるゴミ屋敷と呼ばれるものは、作業時間はこういった理由でかかります。仕分けにとっても時間がかかります。でしかもこういったところっていうのは上の方はそうでもないんですけど、だんだん掘り進めていって下の方に行けば行くほどこのように細かくなってきます。最初の方は減りは早いです。だんだん減りが遅くなってきて見るポイントも細かくなってくるので、やっぱり3日4日ぐらいはかかります。はい、現在ですがほとんどの作業が終わりました。もうご覧の通り、もう防護やもうマスクしなくても入れる状態にはなってるんですけども、まだ少しやること残ってますが、ここで一体どのようになったのかちょっとお見せしていこうと思います。まず実際に個人様が倒れられていた箇所、玄関口ですね、こちらの方に行こうと思います。で結果的にこちらは玄関土間部分のクッションフロアを剥がして、で体液が浸透していたフローリング部分も解体しました。ちょっと見てもらっていいですか。このような形になってます。今お部屋自体も壁紙も剥がして、消臭脱臭をしてっていう状態です。作業前と作業後で、こんなに広かったんだなと思います。はい、1DK ですね。私は作業前はもう腰ぐらいの高さまで物が溜まってしまって、こちらのお部屋ももうここぐらいまでの高さ物が溜まっていってと、ちょっと窮屈狭いような風に感じたと思うんですが、今はもうこのように広いです。ハエがいます。結構サイズの大きいハエですね。このようないろんな種類がいます。お尻の緑色のハエや縦縞が入っているハエ、いろんな種類がいます。結構その特殊清掃現場のハエっていうのは外で見かけるハエよりも、表現が正しいかは分かんないんですが、警戒心があまりないです。今のように近くで指さしても飛んで逃げていかないです。いろんな種類いるんですけれども、これらの殺虫を最後に行って簡易清掃などを行って、ここの現場は終了となります。でその後不動産屋さんに鍵を返して現場を引き渡してという流れになります。これだけの 1DK、1K の規模でも4日5日かかることっていうのは結構ざらにあります。物量もそうなんですが、原因の深さ、倒れていった場所によってあれぐらいまで解体しないといけないっていうこともありますし、もっと状況がひどい場合になると隣にあるキッチンとか床全面剥がさないといけないとかっていう風になってくるので、そうなってくるともっと日数もかかりますし費用もかかります。ここは、なるべく最小限の作業で抑えていきたいっていうご意向があったので、できうる限り最小限にはしたんですが、それでもあそこまでの解体が必要になってきます。でこの後の流れは、原状回復工事に入っていくんですが、やらなきゃいけないことっていうのはもちろん壁紙、床の張り替えもそうですが、玄関部分、土間もしかしたらもうちょっと再構築する必要があります。あとは下地部分の調整、造作、キッチンは解体します。で新しいキッチンを入れるのにはやっぱりもう50万100万とものによってはかかります。はい、今回の撮影はここで以上になりますが、この後の流れとしては、殺虫を行って簡易清掃を行って撤収しようと思います。